これ全部今紹介してるのはちなみにユニクロと GU、全部ユニクロと GU です。なのでユニクロと GU に行けばこれをお買い求めいただけます。はい、こんにちは。ナースケです。ということで、今回はナースケってどういう服を着てるんですかとか、私服ってどういう服を選んでるんですかっていう質問をありがたいことに受けるので、本当にありがたいことに。僕からしたらもっとおしゃれな人おるでっていう感じなんですけどなんか変な関西弁ですけど、関東の人なんですけど、それはちょっと置いといて、そういう質問をありがたいことにいただけるので、僕がどうやって、洋服を選んでいるのかとか、ちょっとこういうことを意識したら、筋肉ついてる人とか、あるいは洋服に悩んでる方とかは、ちょっと参考になるなっていう情報を皆さんに提供できたらなと思います。で、最初に言っておくと、僕は高いブランドは自分で買うことはほとんどなくて、基本的にシンプルイズベストがすごい好きなんですね。で、シンプルイズベストが好きっていう日本語はおかしいかなシンプルが好き。シンプルが好きなんですけれども、シンプルな洋服選びの時に、やっぱり色とサイズ、この2つが基本的に僕の選ぶ基準になってきます。色とサイズ。なので、僕が実際にどういうものを選んでいるのかっていうのを、これからお見せしていきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、じゃあ早速洋服を見ていきます。僕は基本的にたくさんの洋服をパターンを着るっていうではなくて、結構同じ洋服をヘビーローテーションヘビーローテーションみたいな感じで着ていくんですけど基本的にはすごいシンプルな色が多い。これ結構代表的な洋服を何着か持ってきました。これも含めて、4着、今あるとしましょう。4着全部僕が選んでるのって単色一つの色しか使われてないものが多いんですよね。っていうのも、やっぱり僕はめちゃくちゃファッションに自信があるわけではないので、やっぱりいろんな色を使うのがすごい怖いっていうのもあって、で、逆に言うと、一つの色だけだと、ズボンとかいろんなアイテムに合わせやすくて、で、色でちょっと迷うことも少なくなって、あれちょっとなんかダサくないっていうことも少なくなる。ちょっとリスクを避けた洋服の選び方ですね。めちゃくちゃ攻めるファッションではないんですけど、単色がすごい多いです。この色の選び方なんですけれども、単色とは言ったんですけども、やっぱ単色の中にもいろんな色がありまして、僕が結構好きな色の選び方は、青は青でも、ちょっと淡い青色、パステルカラーとかいうのかなっていう色が結構好きで、やっぱりこういう色って、ちょっと古着感とかもあって、ちょっと大人っぽい雰囲気も出せるかなという意味で僕は選んでます。茶色は茶色でも、ちょっと淡い茶色。これは淡くないかな、あんまり。白は白で、着るんですけど、もうこのクリーム色も完璧な白ではなくて、ちょっとクリーム。ちょっと淡い色。この白と合わせても、クリーム色なのがわかると思います。余談なんですけど、この肩に T シャツを置けるっていうのをちょっと僕今感動して自分で置いてるのがいいんですけど、いや型取りしといてよかったっていうのが僕のシャツの選び方ですね。今は半袖のシャツの色を紹介したんですけど、この長袖のシャツとかだったら赤だけどちょっと赤じゃない淡い色のシャツとか、淡い、ピンク、紫、どっちなんだろうっていう感じの古着っぽい感じの服が僕は好きですね。基本的に全部どのサイズも、今僕が着てるサイズと同じです。サイズ感的には自分の二頭筋が隠れるぐらいの袖の長さ選んでて、ブランドによってサイズの大きさ違うと思うんですけど、L から XL を選ぶことが僕は多いですね。ちなみに僕の身長は174センチです。で、この丈の長さっていうのも、こうやって伸ばした時に、お尻がちょっと隠れるぐらいの長さを選ぶことが多いです。ちょっとこうやって見ていただくと、ゆったりしているのがわかるかな。僕結構ゆったりめのファッションが多いんですけど、筋トレやってる方は、ピチピチがいいじゃんとか、白シャツがいいじゃんっていう方も多いとは思うんですけど、僕は基本的に筋肉を隠すようなファッションを行ってます。で、色とサイズ感は、こんな感じですね。あとは、こういう上に羽織るタイプの、これはすごい本当に便利で、めちゃくちゃ安いのに、羽織るだけで大人っぽい雰囲気を出せるというか、この中のシャツを変えるだけで、雰囲気もガラッと変わるんですよね。だから例えば今これクリーム色でカメラ上手い人みたいな感じカメラ上手そうな人みたいなファッションになってますけど、さっき言ってたパステルカラーの青色のパステルカラーパステルカラーの使い方はちょっとわかんないんですけど、インナーを変えるだけで、ちょっと雰囲気も変わるんですよね。さっきは、カメラマンみたいだったんですけど、もうこっちはもうプロのカメラマンみたいな、本当に。
彩りもあって、かつシンプルな感じで抑えることができます。インナーを変えてしまえば雰囲気も変わるし、シンプルなパターンを何個か作り出すことができるっていう、僕は結構横着なやり方をしてます。茶色でも合いますし、多分その淡い色同士って結構合いやすいんですよね。これ合わねえよっていうのあったらちょっとコメントに言ってほしいんですけど、多分合わないっていう人もいるとは思うんですけど、僕は合うと思ってます。上はこんな感じ。下もやっぱり下でユニクロとかが多くて、もうこれもユニクロ。僕も足が結構ちょっと太くなってきちゃったんで、ストレートタイプのユニクロのジーパンを履いてます。これはちょっと股下が長くて、ももから先っぽまでが同じ長さのズボンで、これって結構どの洋服にもあって、上がダボってしてて下もちょっとダボってしてる感じで、少しストリート感も出せるかなっていう。で、本当に僕がすごいヘビーローテーションしてるのは、ヘビーローテーションってしてるのは、このアディダスパンツ。いい匂い本当にこのいい匂いのアディダスパンツ本当にすごい良くて、やっぱりトレーニングしてる方ってジムまで行ったりとかで、ジムで着替えたりとかで、ちょっとした着替え移動動きっていうのがあると思うんですけど、ちょっとこれはジャージなので、着替えがすごい楽ちん。あとはこのままでもなんならトレーニングできるっていう。で、運転する時とかもやっぱりジャージなんですごい楽なんですよ。で、アディダスパンツって結構いろんなシャツにも合うので、僕は結構好きです。アディダスパンツなんかちょっとチャラくないとかっていう話も僕は聞くんですけど、僕はそんなのは気にせず着ます今ちょっと着てみたんですけど、こんな感じで、アディダスパンツを下に履いて、で僕は基本的にさっきから言ってるこのパステルカラーの洋服、いろんな淡い色の服を着ることが多いので、このアディダスパンツを履いてても僕は結構落ち着いた印象になるのかなっていうイメージがあります。なので、そんなにチャラチャラしてる感じも、ないかなって思ってます、個人的に。チャラいなと思ったら教えてください。はい。やっぱりこのアディダスパンツってすごい楽ちんで、僕は部屋着としてもすごいたくさん使ってます。基本的に上は蛍光色とか、ちょっと明るい色とかにしちゃうと、やっぱりちょっとチャラチャラしてる印象が自分の中であるので、基本的にはこういう淡い色とか、ちょっと暗めの色を使うようにしてます。で、あとはズボン系も、単色が多くて、ズボンは単色か、普通に考えて。でもやっぱりちょっと暗めの色とか、あとはどの色も他の色に合わせやすいような色を選んでます。ズボンももう1着ぐらい履いてみますね。はい、新しいズボンとちょっと上も着替えちゃいました。で、これも GU なんですけど、この T シャツは1500円ぐらい。もうすごい本当にシルエット感がすごい良くて、見ていただくと、ダボって話してるような感じ。下は、これもユニクロかな ?2000 円ぐらいですごい本当に安い。これ本当にスクワットとかめちゃくちゃできる。こんなこともできるいいストレッチ素材です。めちゃくちゃ楽。ユニクロは本当にすごい。見ていただくと、下もシュッとしてて、V 字ラインっていうんですか、上がダボってしてて、下がピシッとしてる感じ。っていうのを意識してこなすと、結構シルエットもすごいスマートに見える。で、これもやっぱりサイズ感はお尻が隠れるぐらいのシャツ選びをしています。値段を知ってしまうとすごい安いなって感じるとは思うんですけど、実際、友達とかが来て、よすよす、おつ、元気とかってやってる時に、別にこれめっちゃ安そうとは思わないじゃないですか。わかんないです。それは人によってかな。人によってそれめっちゃ安いやんって思うかもしれないですけど、僕は思わないですね。すごい安い感じの生地でもないし、しっかりしてるし、やっぱ GA とユニクロはめちゃくちゃ安いので、僕は本当に重宝してます。はい、いかがだったでしょうか。今回の洋服選びの、少し簡単にまとめると、色は僕は単色とか、あとはシンプルなもので、かつ、ちょっとパステルカラーで淡い色とか、ちょっと暗めの色とかっていうのを出すと、すごい大人っぽい印象を与えられるのかなといったところになります。また、いろんな柄の洋服を選ぶっていうよりは、シンプルですごい着こなしやすくて、他の洋服に合わせやすいような色を選んでいきます。で、サイズ感としては、袖は二頭が隠れるぐらいのちょっとダボっとした感じで、全体的にもシルエットがゆるーくダボーって着こなせて、僕は筋肉が隠せるようなイメージ。かつ、お尻が隠れるぐらいのサイズ感選ぶと、結構ちょっとダボっとしてるけれども、自分の体型とかに左右されずにファッションを選ぶことができるのかなと思います。あとはズボンも、結構シンプルなものが多かったりとか、あとは自分の足のサイズに合わせてちょっとダボっとしたものを履いてみたり。
ジャージ感の強いものだったりとか、動きやすさ、機能性っていうのも僕は結構重視していて、本当におすすめなのはアディダスパンツ。もうチャラいとか言われるけど、僕は本当におすすめです。だってパステルカラーに合わせちゃったらすごい大人っぽくなるんですもん。はい。チャラい、もう誰にチャラいって言われても僕は大好きです。アディダスさんありがとうございます。ということで、こんな感じで僕はファッション選びをしています。ズボンに関しての情報はちょっと少なかったかなと思うんですけど、ズボンは本当に上に合わせて買うような感じですね。サイズ感もシルエットを見ながらとか、色が合うかなとか、僕が持っているように合うかなとか、ズボン単体で選ばずに上に合うものを合わせて買うようなイメージです。ファッションに悩んでる方とか、ちょっと筋トレ始めてどうしようかな、洋服選びどうしようかなって選んでる方は、ぜひ参考になりましたらすごい僕は嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねをお願いします。では、さようなら。